Hi everybody, this is Yui. Thank you so much for watching this video. Today I'm doing Get Ready With Me again in Japanese because a lot of people liked it last time. And yeah, I will put the subtitle right here in English so that, you know, other English speaking people can understand me as well. Gosh, it's really getting dark in here. It's kind of crazy. I'm sorry, it's really rainy in here, and when I started filming it was much better. The lighting was much better, so I hope you're gonna be forgiving me. When you see the, well, no, it's not really a tutorial, but you know, the beginning of the video, you will see that the lighting was much better. So anyway, I hope you enjoy this look, which is gonna be in the next bit of the video. This is what I'm gonna be doing today, so I hope you enjoy watching this Get Ready With Me video, which I can't say. Like I said, I hope you enjoy, and let's get started. さっきまで普通にジャケット着てたんですけど、ちょっとじゃあやっていこうということで、見てわかる通りスカーフなんか巻いてみちゃったりして、とにかく今日は寒いです。はい、本当はジャケット着たいけど、着るとこの袖とかが邪魔になってくるので、はい、じゃあやっていきましょう。よろしくお願いします。まずはファンデからやっていきましょうか。今回使うのは全部使う商品は、ブログの方とかにも全部載せておくので、忘れちゃったりなんていう商品かなちゃんと書いてあるのが見たいわという方はそちらをご覧ください。今日はファンデーションのトゥルーマッチ、ロレアルのやつですね。これの W の1を使ってやっていきたいと思います。こちらを手の甲に取り、ブラシで持ってですね塗っていきたいと思います。今日は曇りでほとんど家にいるので日焼け止め使ってないんですけど、普段は日焼け止めだけですね。最近もうプライマー使わなくなっちゃいましたね、ほぼ。ちょっと前にインナードライということでそちらもちょっとお話ししたんですけど、やはり肌の結構改善されたんですけど、やっぱりインナードライがその症状が顕著に出てた時と比べると、やっぱり今の方が断然化粧のりもいいし、仕上がりもものすごくいいと思います。ビデオを見てるとこのブラシのなんて言うんでしょう、動かし方とかは見えるんですけど、どれぐらいの力を入れてブラシを動かしてるかっていうのは正直わかんないと思うんですよね。私は前にアイマツに行った時に、世の中の 90% の女性はこのなんて言うんでしょう、メイクする時に力を入れすぎてるっていう風に言ってるアーティストのメイクアップアーティストの方がいて、気をつけようと思って、それからちょっと弱めというかあんまり肌にこうグリグリやらないようには気をつけてます。伝わりにくいなとは思うんですけど、一応この穂先をここを本当にシャカシャカって滑らせる程度っていうんですかね、それぐらいの力でやってます。ちょっと最近たるみが20後半にしてたるみが気になってきたので、こうやってシャカシャカ動かしてるとこうお肌がブルンブルンって動いたりとかして、キャーみたいな。コンシーラーに入っていきます。こちらが LB ってやつですね。デュアルコンシーラーのライトオークルを使っていきます。こちらは確かドンキで買ったような気がします。普通のとこには置いてないんですよね。ドラッグストアとかには置いてないんですけど、でも値段はドラッグストア的な良心的な価格になってます。そのインナードライで肌荒れしてた時はこうやってコンシーラーなり、もちろんファンでもなんですけど、なじませるじゃないですか、肌に。もう全然なじまないですね。なんていうんだろう、鱗状みたいになって無理やり肌に乗っかってる感がものすごくするっていうんですかね。なのでお化粧のノリが悪い人はもちろん下地とかの相性もあると思うんですけど、私の場合はどんな下地を使っても基本的に毛穴は見えるわ、なんて言うんでしょう、鱗状みたいに、特にこの辺ですね、この辺が鱗状みたいになって、塗ってるそばからそうなんですよ。時間が経つとそうなるっていうんじゃなくて、塗ってるそばからそんな感じで、もう本当にどうしたらいいのみたいな感じでしたね。もう下地でほんとどうにかなるような問題じゃなくて、下地を変えても全然ダメだったので、化粧のりが悪いなっていう方は肌質改善を化粧がどうのっていうよりも肌質改善を頑張った方がいいような気もしますね。で、同じコンシーラーの今度はこちらの硬いスティック状の方を使いまして、これで、シミを隠していきたいと思います。
そして固めのコンシーラーを使った方は、指にコンシーラーをちょっと取って、その指でなじませていきます。ああ、もう寒い。本当に寒い。今日は寒いです。シドニー冬仕様ですね。ではここから、いつものですね、シェーディング、キャンメイクのシェーディングパウダーの03を使って、あと使う、ブラシはですね、こちらのエコツールズの、パウダー、間違えた、ドームドブロンザーブラシですね。こちらを使って、シェーディングを入れていきたいと思います。こちらの、ブラシが結構毛が密集してる感じなので、色は濃いめにというか、がっつりめに入りますね。リアルテクニックスの方がもうちょっとこう優しくふんわり入る感じですかね。やっぱりブラシのなんて言うんでしょう、形だけじゃなくて、その毛の密度とか毛の素材とかによっても本当にいろいろ変わってくるので、自分のやってるメイクのスタイルに合うのであれば別にいいんじゃないですかね。次にこういう形の、小さめのブラシ、薄めのブラシですね。こういうのを使って、ノーズシャドウと、あとこちらの方のシェーディングを入れていきたいと思います。ここのシェーディングを入れるときは、特にちょっとこう、緊張しますね。あ、間違えないようにしなきゃみたいな。ここって、長く入れすぎてもなんかこことつながっちゃって大変なことになるっていうんですかね。こうなんかヒゲみたいになっちゃうし、あんまり薄すぎてもなんか入ってんのみたいな感じで、なんて言うんでしょう、この角度も濃さも長さも全部ちょっとこう計算し尽くされた感じがないとちょっとなんか残念な感じになってしまうので、これを入れるときはいつもちょっと若干緊張してます。一応触って、あ、ここだここだみたいなのを確かめながら。では続いていつものお気に入りのですね、ハードキャンディのテキのブロンザーを使ってこんな感じなんですけれども、こちらを、シグマの、テーパードハイライター、F の35番、こういうブラシなんですけど、ちょっとこう穂先がとんがっているというか、整えられているような感じの筆ですね。こちらを使って入れていきます。普段ハイライターではこのブラシか、あとファンブラシですね。ファンブラシってご存知ですか？こういうまさに扇のような形をしてるからファンブラシって言うんですけど、こちらで入れていきます。でファンブラシを使うとすごく自然に軽くでもナチュラルにこうなんて言うんでしょう、磨き上げられたような感じのツヤが入るので、結構よく使っているんですけど、こちらはどっちかというと本当ピンポイントで入れていくような感じですね。なので広範囲にナチュラルに入れるのであれば、本当はファンブラシの方が向いてるんですけど、今日はなんとなくこういう気分だったのでこっちの筆にしました。特に意味はなし。次にですね、ちょっと、眉毛をやっていこうかなと思うんですけども、使うのが、アイブラウペンシルのエッセンスっていうやつですね。すっごく安くて結構使いやすくていいんですけど、こちらが、アイブラデザイナーだったかなのブロンドっていう色ですね。こちらのペンシルを使ってやっていきたいと思います。最近眉毛は結構キリッとがっつりというかしっかりめに描くのが個人的に流行ってますね。マイブームってやつですかね。最近ハマってるのがですね、眉毛を2色で作るというやつテクなんですけれども、私の場合、なんて言うんでしょう、眉毛が全然生えない、なんて言うんでしょう、傷跡みたいになっちゃって、全然毛が生えてないところがいくつかこう埋めなきゃいけないところがあるので、そこを重点的に、ワントーンくらい、これはグレーなんですけれども、100均で買ったなんていうやつかちょっとすっごく見えないんで読めないんですけれどもアイブロウペンシルがあるので、こちらで本当にそのなんて言うんでしょう、隙間のところだけをさりげなく埋めるっていうんですかね。本当にここに毛が本当はあるんだよみたいなところのだけワントーン暗めので埋めると若干綺麗かなと。取りそうです思い出しましたよ。そう
前回の、おしゃべりメイクで誰だったっけそういう風に言ってるのっていう風に独り言を言ってたんですけども、結局本当にゴールデン X の、桂鳥蔵でした。でもちろんこれ知らない方は見ていただいて、なかなか面白いので見ていただきたいと思うんですけど、チークはザ・ベーカリーの、タイで買ったババロア、デュオブラッシャーのオレンジを使ってきてます。こんなやつですね。もう入れ物も普通に可愛いけど、色もなかなか可愛らしい感じの、ツヤの出るオレンジですね。ハイライトと、あと実際のチークと2つ2色あるんですけども、これも随分本当に発色がいいのでつけすぎ注意みたいなで結局そうキャラクターが桂鳥蔵ででそのゴールデン X の話をした時に、随分受けが良かったというか、なんて言うんでしょう、すごいマイナーな番組っていうんですかね、ものだと思ってたので、私もゴールデン X 見てますみたいなお話をコメントとかいっぱいもらって、あ、よかった、私一人じゃないとか思ってというわけで今回も、ゴールデン X ネタ投下します。鳥蔵ですこんな感じだよね。こんな感じで入れていきます。結構はっきりめに今日は入れました。では楽しい目元に移ってまいりましょう。プライマーから始めていきます。こちらのプライマーはエルフのミネラルアイシャドウプライマーですね。ケイトの、ジュエリーモードアイズという、こちらのトリオっていうんですかね、その3色パレットを使っていくんですけども、こちらの色が GN1 番というやつで、ちゃんと下に書いておきますね。で、こちらが、ダークカラーとミディアムカラーとブリリアントカラーっていうこの3色セットになってるんですけども、今日はこの全部、3色全部こちらのを使っていきます。これプラス、こちらのですね、一番暗い色の色がですね、ちょっとこう締め色に使うにはまだ若干明るいかなという気がするので、これプラス、黒の、マットな仕上がりのアイシャドウを、プラスして使っていきたいと思います。ではまずこちらの一番暗い色を、こちらの平たい、アイシャドウブラシ、こちらがですね、ロイヤルランニッケルのシルクプロ、アイシェイダー SMC405 というブラシですね。とにかくこういう平筆なんですけども、先が丸い感じの平筆だったらいいかなと思います。こちらをですね、使って、まぶたにのせていきます。これ個人的な好みなんですけど、暗い、特にこういうグランジみたいな感じの濃いめのメイクをするときは一番暗い色から、一番暗い色というか、締め色じゃない一番暗い色っていうんですかね、このインパクトのある色から始めてった方が、特に一重の方、奥二重の方はそっちの方がいいんじゃないかなと思います。目開けた時にどれぐらいはみ出るんだろうっていうのがよくわかるので、薄い色から入れてっちゃうともうぼかしてっちゃうんで、どこにどれだけ色が入ってるかっていうのがちょっと濃い色になっていくとコントロールしにくいというかかなというのがちょっと若干あるので、気分にもよるんですけど、濃い色からドカーンって先に入れちゃって、まずはインパクトのある色を入れてから少しずつこうぼかしの範囲を決めていくっていうのも、それはそれでありかなと思います。一重の方は特にこういう細かい部分が大きいブラシだと入れにくいと思うので、ブラシを使い分けたりしてですね、お好きなようにとにかく色を入れていただければいいかなと思います。とりあえず粗い感じでいいので、こんな感じでこんな範囲で色を入れますよみたいなそれぐらいで、色を入れていきます。次にこちらのミディアムカラーの色を、ブレンディングブラシに、軽く取りまして、今入れた色のこの上側の部分っていうんですかね、こちらに重なるような感じで色をこう入れていくんですけれども、このミディアムカラーで、今入れた濃い色を肌になじませていくみたいな感じで、色をさらに重ねて入れていきます。こちらで一旦筆についた、アイシャドウをですね、こう余分なものをこうティッシュの上でちょこちょこ動かしてはたくような感じで、余分なものを拭き取ります。で、ほとんど何もついてなくなったブラシで、今入れた色をもうちょっとこうなんて言うんでしょうね、肌に溶け込むようにぼかしていくような感じで、そういうイメージで、シャカシャカやっていきたいと思います。
では下まぶたに移っていきます。こちらの、あれこっち違う、こっちだ。間違えちゃった。こちらの、2番目のミディアムカラーを、小さめの筆に取って、この下まつげの生え際に沿って入れていくんですけれども、本当に際にはもう一段、暗い色を入れていくので、それのもうちょっと若干外側みたいな感じで入れていきたいと思います。でこちらの色を、なんていうの、この上まぶたの方の色にこうつなげるような感じで入れていきます。続きまして、一番暗い色ですね。こちらの色を、平ための小さいブラシ、こんな感じのブラシなんですけれども、こんな感じなんですけれども、まっすぐにカットしてある小さめのブラシ、まあ、なければアイライナーブラシとかでもいいんですけれども、まあ、こんな感じのブラシを使って、まつげの生え際ギリギリのところにですね、入れていきたいと思います。以上でケイトのアイシャドウは終了になります。ここからですね、マットの、黒のアイシャドウ。今日はこちらを、こっちだ。こちらを使っていきたいと思います。こちらはですね、こんな感じのブラシにとって、こんな感じのブラシになっているんですけど、まあ、平ためといえば平ためなんですかね。あまりこう、ふわふわしてないようなタイプの、ブラシを使って、ちなみにシグマのシェーダーの、E の56番なんですけれども、まつげの、ギリギリのところ、ですね、こちらの締め色という感じで際のところにだいたい5ミリから1センチ幅、まあそれも人によるのでお好きな感じでいいんですけれども、締め色として、立体感を出すために、入れていきたいと思います。今入れた色を、ブレンディングブラシ、先ほど使ったもので構わないので、横にぼかしていくというか、その境界線をうまくぼかしていくような感じで横向きにやっていきます。では、ここから楽しいアイライナーに移っていきたいと思います。まず最初に使うのがレブロンのカラーステイの、ブラックを使っていくんですけど、こちらは粘膜に描いてもなかなか落ちないので、かなりおすすめです。カメラに一生懸命映るようにやろうとか思うと、うまくいかないことが結構多いですね。スモーキールックのいいところは、アイラインが多少ガタついても大丈夫みたいな感じで、ガタついちゃった方もしいらっしゃいましたら、こういう小さめのブラシでこうその境界線のところをシャカシャカシャカってやってぼかしちゃえば大丈夫です。で今度下の方に移っていくんですけれども、下の方はなんていうんでしょう、こうドットを打つような感じでちょんちょんやって、この線で引いちゃうとどうしてもわざとらしくなってしまうので、ちょんちょんっていう感じでこの腕というか手首のフリックを若干効かせながらやるとちょっと自然な感じになるかなと思います。今日はしっかり、黒っぽい目元を作っていきたいので、この目頭のところをがっつり色を入れていきます。今のところこんな感じですね。でこれから、今日は別のものを使ってキャンメイクのハイパースリムジェルライナー、こちらがかなり細いんですけれども、柔らかくてすごく使いやすいのでおすすめなんですが、今言った通り柔らかいのですぐこうどんどん減っていく感じがものすごくします。なのでなんか経済的な感じはあんまりしないんですけど、このまつげとまつげの生え際のなんていうんでしょう、このまつげのちょうど生えてる部分、このまつげが生えてるとして本当にこの根元の部分、ここを埋めてさらに粘膜も埋めていきたいと思います。こんな感じで、こうギュッとやるのではなくですね、ちょんって押さえる感じで、あんまり上の方やってもまぶたって動いちゃうので、結構まつげのすぐ近くのところをちょっと押さえてあげるだけでかなり動かなくなるのでおすすめです。こんな感じなんですけれども、とりあえずこれで終了でもいいんですけれども、もちろんマスカラとかにも移っていくんですが、とりあえず目元一旦これで終了でもいいんですけれども、先ほどのケイトの、パレットに戻っていただいて、この一番明るい色、こちらをですね、指に直接取っていただいて、まっすぐに鏡を見た時に黒目の真上に当たる部分にこう縦に
入れてあげるとより立体感が出て、特にこの色はすごくキラキラ感がとってもあって、こう立体感をグッと出してくれるので、ぜひぜひもしこちらをお使いの方はですね、使っていただきたいなと思います。こんな感じですね。で、一旦色を入れたら、周りを綺麗な指でですね、こうなんていうんでしょう、叩くっていうか、そんな感じで、これからまつげをカールしてマスカラを塗っていきたいと思います。マスカラベースは、以前と変わらずファシオのマスカラベース、廃盤になっちゃったやつなんですけれども、それと、マスカラがヒロインメイクのロング&カールマスカラ、こちらを使ってやっていきたいと思います。最近これ使い始めたばっかなんですけど、第一印象はまあまあかなみたいな。ちなみに皆さんはマスカラつけるときは利き手じゃない側の目ってどうやってつけます？こうなってそのままこう来る人か、手のこう返す人か、それとも持ち替えてやる人か、どの人が一番多いんでしょうね。ちょっと不思議に思ったんですけど、私は持ち替えずに手の甲を返すか、もうそのままこう来てこうみたいな感じですね。使うリップがですね、資生堂マキアージュのトゥルールージュの BE213、こちらを使っていきます。結構使いやすくて結構気に入ってますね。前回のおしゃべりメイクも使ったのこれです。ちなみに仕上がりがこんな感じになります。楽しんでいただけましたでしょうか？コメントにて感想をお聞かせください。こんな感じで終了にしたいと思います。どうもお疲れ様でした。では次のビデオで See you next time! Bye!